今回は見た目も華やかな大根のりんご漬けの作り方をご紹介します。りんごの自然な甘さが加わり、さっぱりと食べやすく、お正月料理の箸休めにもぴったりな一品です。下漬けもいらない、思い立ったらすぐ作れる簡単な一品ですので、ぜひ最後までお楽しみください。りんごは皮ごと使うので、農薬が気になる場合は野菜洗いや重曹水で洗っておきます。しばらく漬けたらこすり洗いしてから流水で流します。大根は 500g 使います。大根の下の方は辛みがあるので、甘みがあってみずみずしい上の方を使ってください。出来上がった時にきれいな紅白にしたいので、皮は剥いて作ります。ピーラーでも問題ありませんので、ご自身のやりやすい方法で皮を剥いてください。大根の皮は後ほど違うレシピで使いますので取っておいてください。大根は半分に切り、2ミリほどの厚さの半月切りにします。均等に薄く切るのが難しい場合はスライサーを使っても問題ありません。切り終わった大根はばらけないようにまとめておきます。りんごは4等分にします。なるべく大根の幅と同じくらいにしたいので、小さいりんごの場合は3等分にしてください。ヘタとお尻、種を取り除きます。上部の湾曲した部分は大根とうまく重ならないので、つまみ食いします。りんごも薄く切っていきましょう。今回は甘みと酸味のバランスが良いジョナゴールドという品種を使いました。他は富士という品種もおすすめです。富士は甘みがしっかりあり、果肉も固め、漬けても食感が残りやすいのが特徴です。最後の湾曲した部分もつまみ食い。りんごもばらけないようにまとめておきます。次は漬け込み液を作ります。今回は柚子を使いますが、レモンでも構いません。柚子は切る前にコロコロしておくと果汁が絞りやすくなります。柚子の皮も使うので、包丁やピーラーで薄く剥きます。剥いたら細切りにしましょう。柚子の皮を加えることで爽やかな香りが広がり、全体の味が引き締まるだけではなく、血流改善や血圧安定の効果もあります。柚子を半分に切ったら種を取ります。果汁や果肉を絞り出します。柚子の大きさによっても果汁が取れる量が違うと思いますが、大さじ2から3杯分あれば問題ありません。足りない場合はレモン汁やお酢を足して代用してください。ここに塩を小さじ1強入れます。調味料はこれだけです。混ぜて塩を溶かしておきましょう。今回使わない柚子の種や綿の活用法の動画は概要欄に記載していますので、ご興味ある方はぜひご覧ください。
大根の間にリンゴを挟んでいきます。リンゴは上下と真ん中で幅が違うので、大根の大きさに合わせてリンゴを挟んでいくと、出来上がった時に綺麗な見た目になります。すべて挟み終わりました。漬け込み液が少ないので、ジッパー付き保存袋で漬けていきます。重ねた大根とリンゴは意外とばらけにくいので、どんどん袋に移していきます。下漬けが不要なので手軽に作れる上に、大根やリンゴから出た水分もそのままうまく活かせます。すべて入れたら漬け込み液を入れましょう。漬け込み液が少ないので大丈夫なのかと心配になるんですが、つけていると大根やリンゴから水分が出てくるのでご安心ください。柚子の皮も全体にまんべんなくかけます。袋の空気を抜いたら口を閉じます。調味料の瓶やペットボトル、お塩の袋など何でも構いませんので、重しになるようなものを上に置いて冷蔵庫で1日漬け込みます。水分が出るまでは数回上下を返して調味液が全体に回るようにしてください。1日経ちました。袋越しだと分かりづらいですが水分が出ています。大根のりんご漬けの完成です。お砂糖を入れていないので、りんごと柚子の甘みだけ。とても爽やかな味わいです。日を追うごとに味が馴染んで美味しくなりますので、容器に移した後も漬け汁には浸かるようにして保存してください。もちろん袋のまま保存しても問題ありません。漬け汁にしっかりと浸かった状態で保存すれば1週間ほど持ちます。簡単なアレンジもご紹介します。大根とリンゴの間にチーズを挟みます。今回はモッツァレラチーズにしました。オリーブオイルを少々。塩とブラックペッパーをかけると洋風のおつまみになります。火を使わずに作れて見た目もちょっとおしゃれな一品です。大根のりんご漬けの爽やかさにモッツァレラのまろやかさが合わさって驚くほど相性がいいです。チーズを省略してもオリーブオイルと塩コショウをかけるだけで簡単な味変になりますので、ぜひ試してみてください。大根の皮の活用といえばきんぴらが定番ですが、今日は佃煮にしてみます。皮は細切りかみじん切りにします。
生姜は 20g ほど。仕上がりは生姜が少しキリッとしますので、お子様が召し上がる場合は生姜を半量以下にするのがおすすめです。切った大根の皮と生姜を入れたら、ごま油を少量入れて火にかけます。中火にかけます。炒めたらみりんを大さじ3、お醤油を大さじ 1.5 杯入れます。水分がなくなるまで煮詰めましょう。水分がなくなったら最後にお酢を小さじ1入れます。最後にお酢を入れることで味が引き締まります。いりごまを大さじ1入れたら混ぜ合わせて完成です。冷蔵保存で10日ほど日持ちします。甘辛の味付けでご飯が進みますので、ぜひ作ってみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。